どうも、ベトナム在住のうちです。今ね、ベトナム旧正月で、いつもの応接間でのね、家具の整備ができないんですけど、ちょっとね、先日このトースターが壊れたんで、今日はね、このトースターの修理をね、やってみたいと思います。まあこれトースター修理するっつってもね、中の部品が壊れてたらどうにもできないんだけど、これ、ここの電源はつくんですよね。ちょっとつないでみて、映りそうかな。これを回すと、ね、ここの電気はつくんですよ。で、中にね、熱が、ヒーターが熱くならない。まあ、上下一緒に壊れることはないと思うんでね、多分、接触不良とか配線が外れたとかね、取れてるとかね、そんなんだと思うんですけど、まあ見ていきます。どうしちゃう。こいつは抜こう。裏から開けるだけだよね。ぱっと見ね、問題はなさそうな、電気抜いてるよね。問題はなさそうなんですね。電気はここまで来てる。気になるのは、上がぐらつくのと、この反対側なんですよね。こいつがね、切れてんじゃん切れてた。これ上と下と連動してんの？上だけ下だけ。これ上だけ下だけができないんだ。サーモスタットで調整してるからか。はいはい、理由判明です。こいつでした。これを直しちゃいいだけ。もうグズグズやん。これどう止めるかな。まあいいや。とりあえずね、これが錆びてダメになってました。いつを。うわうわうわ、もう完全に崩れてるわ。はい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 。崩壊しました。これをやり替えりゃいいだけだけど、このちっちゃいのあるか？僕持ってんのバイク用で、しかもでかいんだよな。下も崩れそうか？ここはまだ触らん方がいいな。ちょっとこれに使えそうな端子探してきます。バイク用の端子を使うのは良くないんだろうな。大きいんだよな。こっちならいけるか。ちょっと大きいけどな。これでやってみるか。待ってさえくれればいいんだな。あんまり加工はしない方がいい。下はな、いらんこと外して壊したくないんだよね。
どうしよう。いらんこと外すと壊れるよね。ここも崩れかけかい。どうしよっかな。届く？届くことは届くのね。ちょっとやすりかけよう。ね。案外しっかりはまるんだな。これが、なんでこんなもんか。まあ抜けることはないよね。一応ビニールテープで固定するか。万が一抜けるとね、漏電する。でも燃える？何もしない方がいいのかな。懲りたんだもんね。抜けないからちょっといらんことやめとくか。電気は怖いよね。で、こっちは、うわー、下が、これが血入れかけか。配線には余裕あったもんな。ちょっと短くする？こうするか。ちぎれかけは良くないよね。これどうすんのよ。どうせこれ切れてるから、ここがね、中は大丈夫だと思うんだけども、ここでぶった切っちまうか。長さ余裕あるもんね。これ切っちゃう。で、切ってこれをどう外すのよ。何かしらのルールがあるはずだけど、これのね、抜き方がわかんないんですよ。いらんことね、手切っちゃいました。絆創膏を貼ってきます。ちゃんとね、中、絆創膏を貼ってきました。手袋はめて作業しないとダメやんね。これの構造がどういう構造なんやろう。わからんなぁ。こっち側か。ああ、こういうことか。はいはい。だから、挟んで押し込むんだね。わかったわかった。はい。で、こいつは線やり替えちゃいます。
これら部品はね、家電用をなぜか持ってるんで、なぜかというか家電用をバイクに使ってました。だからこれでいいんじゃない？もう一個小さいやつか。そうやね、一応同じサイズ。ちょっと錆びてるな。綺麗なのある？まあ少しマシなのがあったんでね、これでこいつも一応折り曲げようかな。折り曲げて通して、これでこいつは OK。 こう止めるか、こっちか、まあいいや。で他の2つを短いところで切ると。こいつはこれじゃ切れんのか？無理やんね。ニッパーでこれがもう一個小さいやつか。ね、もう一個小さいので止めてしまえば OK と。あー、バカじゃん。線先に通さなきゃダメじゃん、もう。焦っちゃいかんよ。焦っちゃいかん。これでいいんじゃない？かなり潰さないとダメなのね。っていうか潰す時点で配線、外の被覆は破れるのかな。ってことはやり替える必要はなかった。案外無理くりなのね。入ったー。これで OK やろ。本当はね、これで試したいところだけど、電気は漏電怖いんでね、ちゃんとカバーつけてから確認ですね。完成。これでいけたはずなんだが、こうやんね。さあこれでうまくいったはずやんね。全部 OK やんね。スイッチ入れてみよう。開けてからやるかな。
あ、赤くなってきた。大丈夫ですね。上は映ってないのかな。まあいいや、これ以上低くなんないしね。とりあえず直せました。こっちの配線ね、ちょっとバイクの端子、映ってないか。こっち側ね、旧正月の休み終わったら、ちゃんとね、電気屋さんに行って、正しい電線使ってね、直していきたいと思います。まあ、とりあえずね、これで使います。それではまた。